はい、どうもこんにちは。こんにちは。RC 東郷です。はい、とオーバードーズのはい、オーバードーズの陽動です。ね。ラジコン会、前回ラジコン会のヒカキンっていう風に紹介して、はい、今日丸尾とモフコはいないです。いないです。すみません、いやこんなんだもんね、陽動さんなかなか出てくれないですよ。だいぶ最近避けられてるな。そんなことないです。もっといっぱい出てくださいよ。そうですね。今度また遊びに行きます。よろしくお願いします。今日は440ゲーム。マルゲームですよね、の方でちょっと遊びに来ています、はい、でブースもいろいろ出てるんで、はい、新製品のをちょっと紹介していきたいと思いますけどね。はい、まあいろいろ開発してるものとか新商品とかね、あると思うんで、ぜひとも紹介してもらいたいと思います。りょうさん、まず何からいきましょうかね。そしたらまずね、これからいこうかな。これガルム用のパーツなんですけど、アルミリアブレースマウント。ガルムのここですね。このこのリアのユニットを支える部品ですね。これ今まで樹脂だったんですけど、これを今回アルミにして、結構肝心な支える部分なので、アルミにすることでトラクションが上がったりとか、ピッチング方向の合成が上がったりとかするので、みんなピッチング方向すごい欲しがりますよね。ロールはねある程度残して、ピッチングを抑える方向で結構効果があるので、これはね、普通のお客さんにもテスト的に使ってもらって、インプレッションしてもらうんですけど、割とねいい結果が多いので、縦方向ですよね。そうですね、おすすめなパーツです。それと、あとこの辺が今、予約を取ってる最中の製品なんですけど、これがアルミのボディポスト、でこれは、このね台座の部分とこのポストの部分が別体になってるんですね。で中にスペーサーを入れることで高さが変えられるようになるんです。スペーサーを入れてね。でアルミのポストってカットするのが難しいので、もともと短めに作って、それでスペーサーを入れて上げていってもらうという風にしてます。であとはこの、アルミバンパー、ちょっとこれまだモックアップなんですけど、アルミバンパーですね。この下側、今までこのバンパーサポートって上側は出してたんですけど、この下側ですね。下側ですね。最近ここにウレタンバンパーを挟む人もいないので、そうだよね、なのでもうバンパーサポートの役目がないかなと思って、でバンパー単体でも、デザイン的に成り立つようなデザインにして、で使わなくてもいけるような感じにしたり、もちろん今までのポストも立つので、上にバンパーサポートつけてもらうこともできるんです。なるほど、2ピースタイプですよね。そうですね。でこれここにねバンパーサポート使わないときは飾りナットがつくようになってるので、変なナットとかも出っ張らないようになる。なるほど。こっちとこっちは、9月ですね。9月の発売。9月の発売。でさっきのこれが8月の末。これはもう今ここついてるやつですね。これは今ついてますね。それとあとこれ。初公開なんですけど、このガルムと、あとはこのうちのバキュラ2に使える、フロントバルクになります。でバキュラ2はもともとアルミなんですけど、ガルムはプラスチックなので、それをアルミにしようとして今、開発しているところですね。もうガルムの人だとアルミにしたい人もいっぱいいますよね。そうですね。もういよいよアルミ樹脂の部分がなくなってきたんで、やっぱり皆さんフロントのバルクはもうずっと前から欲しいっていうふうに言われてるので、出してくれ、これがいよいよっていう感じですね。ここにつくね。で構造的にはバキュラ2と似たような感じで、アッパームマウントが、ここにこういうふうにアッパーアームがつくんですけど、こいつ自体が前後にスライドするので、これをスライドするんだ。でキャスターが調整できるようにもなってるんですけど、じゃあ簡単にキャスターが変えやすいことね。そうですね。でそこよりも今回はこれを見てもらうと分かると思うんですけど、今までここに壁があったんですね。ここの同じ高さで壁があったんですけど、そのせいでタイロッドがここに当たっちゃってたんですね。なのでラックの
こういう一番の外穴しか使えなかった、内側2つ穴開いてんだけど、外穴しか使えなかった、これがこの壁を内側にギュッと寄せて、このクリアランスを取ったので、今まで使えなかった内側2つの穴も使えるようになる、で前側にもたくさん出せるようにしたので、今まで以上にアッパーマンのその調整幅が広がってであとはタイロットも長く取れるので、バンプステアも変えられたりとか、そうやね。その辺が今まで以上にいじれるようになった、だからこういうアルミになってキャスター調整ができる以上に、ヒアリング周りがまた、いじれるこれはおすすめです。ちょっとまだ詳細まだ、これからなんですけど、値段とかその辺はこれからなんですけど、今月中に試作が出来上がってくる予定なので、そしたら、うちのドライバーだったりとか、僕とかがいろいろ持って歩くので、そしたらまた実物見てもらえると思います。これがアルミのリアバルクとギア、前 RCDC の時に作っとったやつだったっけ？そう、RCDC の時にモックを展示してたやつ、アルミリアバルクね、リアバルク。これにつけると何が良くなるの？リア周りのまず合成が上がるのと、あともう一つはギア駆動系をギア化できるっていうところが一番大きいです。今まで、ノーマルのベルトドライブと、あとはハントルク仕様っていう要はカウンタードライブ、回転方向を逆にするやつ、その2つだったんですけど、このアルミバルク使うとフルギアドライブ化できるっていうところが一番大きいです。別売りの、ギアドライブセットを買ってもらえればギアドライブにできる。商品名でいくと、マルチパーパスアルミリアバルクヘッド、要は何でも使えるみたいな感じですね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今回、これ2位に入ったマシンですよね。新商品のアルミのバルク、ちょっと立ててもらってほいほいほい、ギアのでギア車で、まあ一応カウンター、20丁のギアと、重いテクロス用のアイドラギア重いやつと、レフはボールにしてます。スルスルですかね。そうですね、一応滑らないギリギリぐらいまで緩めてます。このギアを入れることによって何が変わりました？トラクションがかかりますね。かけたいときにパッとかかる感じと、まあ重量も効果もあってかかってます。まあよりリニアにそうですな感じってことですよね。あとは、もうすぐ発売されるんですけど、ちょっとどんなのか分からへんけど、ちょっと商品名忘れちゃったんですけど、このモーターマウント、これね、モーターマウントのヨード様になってる。そうです。これが近日発売。ヨードさんに説明いろいろ聞いたけど名前が長くてなかなかそうなん、ちょっとすみません、覚えてなくて申し訳ない。これも結構効いてますね。アスファルト路面だと特に効果が絶大。やっぱりグリップがある路面だとこれがあるとですね。よれをより防止して。そうですね。もともと樹脂のものだったんで、そうですね。合成も上がって、なおかつ重さもそんなに前のものと3グラム差、樹脂のものと3グラム差しかないんで、全然最近結構ね軽量されてる方もいると思うんですけど、3グラムなら全然いいですよね。あれ3グラム、そうですね。全然気にならない。でさらにピッチング方向の合成もかなりある。そうですね。トラクションは上がる方向ですよね。っていう。ちょっとまずこっちからこんな感じですよね。大体パラレルぐらいですか？基本パラレルベースで。あと場所によってちょこっと変えたりとかするんですよね。バックルは結構こだわってるのはキングピンアングルとトレールとか、結構いろいろ気にされてる方多いと思うんですけど、OD だといろいろできますね。そうなんですよね。アングルは基本は3度、でトレールは最近は3ミリから入れてます。それが
本当に惜しかったけど2位だったました。本当に惜しかったと思ってね、あ、どっちだろうと思いましたね。また出直してきます。ありがとうございます。